皆さんこんにちは。今回は2025年版タックル紹介動画になります。昨年よりもちょっと進化していますので、皆さんの参考になれば幸いです。それでは本編へどうぞ。まずはタックルから。昨年は3本でしたが、1本追加で4本を使い分けています。リールとロッドの組み合わせも少し変えました。まだまだ最善を模索中であります。それではまず1本目はこちら、ティモンの T コネクションコンフィ 510UL になります。このロッドは最初に買ったエリアトラウト専用ロッド。使用できるルアーの幅が広く、汎用性のあるロッドです。入門用としてはもってこいのロッドだと思っています。始めたての頃はほぼこれで釣りをしていました。このロッドにつけているリールはダイワの18レガリスです。これも始めたての頃に買ったリールです。ラインはインテグレーションハードの3ポンド。このタックル構成は1年前と変わりません。最近は主に放流時やトップの釣りをするときに使っています。時にはこれで大物もあげちゃいますからね。しかし去年の夏に悲劇が。ラインを引っ張った時ドラグが硬かったようでポキッと。第2ガイドの位置にトップガイドをつけて補修しました。大きめのトップガイドを買ってしまったので、今年中に小さいガイドでもう1回修理したいと思ってます。ラインについては感度も少し欲しいというところでインテグレーションハードを採用しています。その点で言うとユニチカの低深度ナイロンも気になります。これが使い終わったら試してみたいと思ってます。なんといってもコスパが良さそう。以上1本目のタックルでした。それでは2本目のタックル、ティモンの T コネクションコンフィ 62ML になります。これは去年から使っているロッドです。主にボトムルアー、フルサイズクランクを使うときに使っています。ロッドが固めなので重たいルアーは使いやすいですね。これにつけているリールがこちら、ダイワの23レガリスになります。入門機としてはコスパ最強と言われていますね。ねじ込み式のリールに憧れていたので、1万円以下でそれを体験できるのはすごいと思ったもんです。ラインはユニチカのシンサヤの 2.5 ポンドを巻いています。少し太め、大物ともしっかりファイトできるようにしています。大きいサイズがいるところではこのタックルの使用頻度が上がります。本当に最初のロッドが ML のカップロッドだったので、これも扱いやすく重宝しています。続きまして3本目のタックルになります。ティモンの T コネクションコンフィ 60LE になります。エステルラインを使うことを想定したロッドです。もうこれはどこ行っても使うメインのロッドです。スプーン全般、クランク、浮上系2能、全部これです。リールは今回新登場、ダイワの21カルディアです。フリマアプリでお安く買えたんです。ドラグはコマやドラグ、ノブもカスタム済み。フリマアプリパトロールの回がありました。ラインはもちろんエステルライン S2 の 0.35 をずっと使っていたんですが、最近ラインがなくなるタイミングがあったのでユニチカの強靭エステルに変えてみました。パリッとしたエステルラインが苦手で少し伸びのある S2 を使っていました。まだ強靭エステルに変えて2回しか兆候に行っていませんが、ライントラブルが少なく切れたりもしていないので、今のところ想像していたより扱いやすいラインだなという印象です。去年はこのロッドもティップを折ってしまったので、扱いには十分注意してやっていきたいですね。最後4本目のロッドがこちら、ティモンのアナザー T コネクション 60ULE になります。ついにミドルクラスへ足を踏み入れました。番手はスプーンをより使いこなしたいという狙いで選びました。あとエステルを使えるロッドがもう一つあればというところで、つけているリー
ールはこちら。ダイワの21プレッソエリアトラウト専用機です。もう少しで使い始めて1年くらいになります。ラインは X ブレイドの D ペット 0.35、S2 と同じようにちょっと伸びるエステルで、比較的ちょっとコスパがいいかな。もうこの組み合わせが軽くてすごい使いやすいです。ロッドが3ピース構造で各々役割を全うしているというか、そんな感じ。先端はばらさないようにファーストテーバーで魚に追従し、3ピース目を魚の力に負けないように剛性を持たせつつ、各ピースとのバランスをとっているように思いました。語彙力が壊滅的ですが、この組み合わせがやばいです。ちょっと動画では収まらないので、後ほどインスタにまとめますね。それでは次はタックルボックスのご紹介。まずは外側から。糸くずとゴミを入れる用のポッシュ。これをつけるだけでおしゃれ度アップ。セリアのピニオンリールにラインカッター。最近ちょっと切れ味悪くなってきたので変えなきゃ。これは最近導入したカウンター。アプリでも超過登録してますが使ってみたくて。これがラコレってお店で買ったケース。ちょっとおしゃれでしょう。なんだと思います？ちなみにお値段300円。はい、リーダーケースでした。見事にリーダーがフィットするんです。リーダーは2種類を使い分けています。0.6 号と 0.8 号です。大きいサイズがいるところでたまに 0.8 号、エステルが 0.3 号なので 0.6 号の使用頻度の方が高いです。続いて反対側。これは子供がくれた蚊よけのオニヤンマカイ。これは小型のブルーライト。電池なんです。これはセリアで買ったマグネット。落としたスナップや針探しによく使います。ルアー回収用にと買ったものですが、その力はまだ発揮できず。あとスパイラルストラップをつけてボックスの右サイドにプライヤーを入れてます。アマゾンの安いやつだけど魚からフック外す時には便利です。正面は以上。次はボックスの両サイド。まず左側には名宝のロッドスタンドと間はセリア。セリアのロッドスタンドは筒抜けですが、名宝のロッドスタンドの下側のプレートを真ん中に寄せることで下側が抜けない構造になってます。お次は右サイド。ロッドスタンド1つ、真ん中はプライヤー、奥はドリンクホルダーです。最近ドリンクホルダーは膝マット入れになってます。ドリンクホルダーも膝マットも100円ショップです。ランディングの時とか膝をついちゃうんですが、冬とか冷たいじゃないですか。ズボンも汚れるし。そんなわけで探してたらダイソーにいいのがあったので導入。ちょっとしたシートにもなるし、休憩する時とかもいいです。このドリンクホルダーにすっぽりなんですが、ドリンクホルダーがすごい抜けやすいので名宝のを買うか検討中です。続いてランディングネット。ティモンのランディングネットを使っています。去年の釣りフェスで持ってしまったが最後軽すぎて衝撃でした。シャフトも長いのでランディングしやすいです。ネットスタンドはお得意のセリア。最近流行りノフルクリップのカバーもつけてました。この部分が円にぶつかるのが気になっていたのでちょうどいいです。続いて中身を紹介していきます。ボックス内は上下段に分かれます。まずは上段から。上段はこんな感じ。ざっと説明していきますね。このティモンのケースにはフックを外したマメルアーがあります。デカブングとバベルエースです。スナップに直接つける方式で使います。でも本当の使い方はこうじゃないってシモキンさんがおっしゃってましたね。今年は直結び試してみるか。基本面倒くさがり&ラインを結ぶのが下手くそなので丸1日のんびりいける時ですかね。
ちなみにこのケースはティモンのスターターセットのケースです。仕切りの位置も変えられるので小物入れにはいいですよ。その下には名刺入れ。絶望的に人見知りなのでなかなか減りません。このケースには予備のスプーン、フック、スナップと入れてます。ちょうどいいサイズ感で収まってくれてます。このケースは T ルートのプレミアム会員になった時にもらえるものです。このケースには釣り場のポイントカードやステッカーを入れています。釣りに行く時はこのボックスを持っていくので、これに入れとけば忘れないという寸法です。ステッカーもイベントとか買い物の時とかいろいろありますが、もったいなくて貼れていないのがたくさん。ステッカー集めも楽しみの一つになっています。左側は以上になります。次は真ん中のスペース。これはティモンのリングプライヤー。000番のリングでも難なく使えます。その下のケースには小物をいろいろ。P ラインカッター、アイチューナー、スミスのリングプライヤー、予備のブルーライトとその下には撮影用の GoPro 関係。ちゃんとケースに入れた方がいいんでしょうが、その横にはメジャーと針外し。針外しは餌釣りの時によく使います。これはモバイルバッテリー。GoPro に直つなぎや携帯の充電で使っています。その上がフックケース。最近フックの種類が増えてきて、これに収まらなくなってきました。汎用性のあるものとよく使うルアーに標準装備のものが中心。フックの世界は奥が深すぎて、今年はちょっとこだわっていきたいなと考えているところです。スナップはいいスナップを使っています。 SS の出番が一番ありますね。 SSS はマイクロ、S はボトムやフルサイズクランクといった使い分けです。あと蓋裏に100均の隙間テープを貼り付けてみました。使ったルアーをしばらくここにかけて乾かしてからケースに入れるようにしています。この蓋裏ももうちょっと有効活用できそうなので、いろいろ調べて改造していきたいなと思ってます。続いて下段の方です。下段も結構パンパンに入ってます。これは GoPro の予備バッテリー。3つ入ってます。1つで1時間撮影分くらいですね。これが最近買っちゃったリリーサー。出た時からかっこいいなと思ってましてね。そしたらフリマアプリで定価の半額ぐらいで見つけちゃって、そりゃ買うでしょ。これはクリスマスに奥様からプレゼントでいただいたものです。海坊主のフィッシュグリップです。基本キャッチ&イート派なので食べる分だけお持ち帰りしますが、スカリに魚を入れるのがめちゃくちゃ楽になりました。デザインもかっこいいですよね。もっと早く出会ってればと思った一品です。さて、まだ表層部でした。どんどん行きましょう。これはティモンのルアーキャッチャー。ルアーキャッチャーは必需品と言っても過言ではないです。ちょっといいリール1つ分くらいは救出してくれています。これはトルネードとかのお助けルアーや、なくしたくないなテルアーを入れてます。前はミノーを入れていたんですが、別のケースへ移動しました。これはスプーンワレット。スプーンはこれに収まる分だけだぞと日々言い聞かせています。中身はまた後ほど。これは GoPro のネックマウント。一番下には予備のラインを入れています。釣り場で買えることはしたことないんですがね、万が一の時を追って感じです。後できれいにしまいますんで。このケースもセリア。どこかのクーラーボックスに似ていておしゃれ。中には何かあった時用のビニール袋、冷感タオル、ガイド凍結防止のスプレーを入れています。後でちゃんとしまいますんで。仕切り
2番を隔てて右側にはルアーケースを2つ、プラグのケースと名宝のフリーボードケース。これの中身も後ほど。最後に手持ちのルアーを紹介します。ルアーの取りやすさを重視して最近3つに分けました。最初はスプーンワレットから。このワレットもスカスカだったのがちょっと埋まってきました。主にこの真ん中の収納部分を使っています。ここだけにすることで開きっぱなしで使えます。こちら側はティモンのスプーンを種類、重さで分けて入れてます。上段はティアロ、中段にはリクーゼとチビティアロ、下段にはチビクワトロ、ティーグラベル、アピード、ロミー。ティモンは中段のルアーの出番が比較的多いです。次は反対側。こちらはディープパラドックス、ニュードロはベルベットアーツを入れてます。上段はハントグランデ、ハント、塗ってもらったスプラグ。中段はディーパラのスプーン。最近出番が多いです。下段はベルベットアーツ。左からデイジー 2.5、フォルテ 2.1、デイジー 0.8、フォルテ 0.6 です。この辺りもだいたいどれかは必ず投げます。放流はデイジーかフォルテですね。あとこのワレットにはこの角裏に1面ずつあります。ここにも入れていたんですが、調光時にめくるのがめんどくさくて名宝のフリーボードケースに移動させました。もうちょっと増えてきたらまた考えないとです。調光時はこんな感じで開きっぱなしで使っています。これだとすぐに取り出せるので便利です。以上、スプーンワレットの紹介でした。お次はプラグケースです。これもいっぱいになってきてしまったのでちょっと断捨離してフリーボードケースに振り分けました。まず左側はパニクラです。 MR、DR、DR ハイフローと DR ラトルがあります。ブルブル感が伝わってくるのでちゃんと泳いでるか何かに当たったのか分かりやすくていいですよね。隣のスペースにはサイズの小さいクランクを入れています。チビパニクラ、キビパニがメイン。あと角1つ2つですがモカ、エスクラ、ダンゴウオが入ってます。渋い展開で投げるルアーが多め。クランクではここのものが一番出番が多いかもしれないです。一つ一つ説明したいんですけど尺が長くなって編集が鬼になるのでそれはまたの機会に。その隣はニョロニョロ動くルアーを入れてます。ブリブリミノー、プリッティ、ワウ、逆さニョロ系が入ってます。去年はワウが大活躍してくれました。人気の逆さニョロも少しだけゲット。まだ仲良くなれていないので使い込んでいきます。一番右のスペースにはトップとボトムルアー。トップはデカミッツ、スプラッシュトップ、プチモカハイフローとボトムプラグはダートラン、タップダンサー、ポゴが入っています。最近はダートランとポゴのダートするやつがお気に入りです。こんな感じでプラグケースは以上になります。最後にフリーボードケース。SNS とかいろいろ見てて立てておけるのがいいなと思って買いました。全体はこんな感じ。左側にはミノー系を入れています。上段がレイゲン、下段は GJ とスティル T2、グルキー、ダブルクラッチです。フックをかけるプレートが移動できるのでルアーに合わせて調整しています。 GJ は見事に折りからしかないです笑い。グルキは50サイズ。ここのルアーはもうちょっと増えていきそうな気配です。お次は右側。
上段はメタルバイブとドリフトスピン。メタルバイブはプロボールベータ、ナイアス、ビースパーク、ゴーレムです。苦手なだけあって量は控えめ。ドリフトスピンは 2.0、1.3、0.6g です。中段はバベコン、バベル、バベルエース、インバイトです。下段はペピーノとココニョロ。ここに移せたので、さっきのプラグケースにだいぶ余裕ができました。ジャストフィットでいい感じに収まってます。昇降時はこれをボックスの蓋に立てかけておいてます。ルアーが取りやすくて快適になりましたよ。以上、ルアー紹介でした。また来年もやろうと思いますのでお楽しみに。次回は初場所、足柄キャスティングエリアへ。動画で見ていた場所だと感動しました。超過のほどは。次回もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。